はいどうも、でんです。今回はですね、ポリプ雑学第2弾ということで、ビキール系の種類の見分け方、小力の正しい数え方、ガノイン乱れとは、下顎系ポリプがいつ頃発見され、どのように命名されたのかをサクッと見ていきたいと思います。自分はまだビキール系を買ったことがないため、ビキールの亜種であるコリバとね、ラプダディの、区別が本当わからなくて、皆さんね、この写真どちらがラプダディでコリバかわかりますか？そもそもビキールの亜種とは言ってますが、亜種とは何かというと、同じ種であっても住む地域によって色や形に違いが見られることを言います。有名なのはダーウィンの進化論でも出てきますが、本来イグアナは森で生活するのに対して、ガラパゴス諸島のイグアナは陸地よりも海の方が簡単に食料を確保できることから、海水に対応した進化をしました。よってビキールも住む地域によってコリバとラプダティに区別されているわけです。具体的には黒がビキール、青がラプダティ、赤がコリバの住む川となってます。こうしてみるとラプダティとコリバの住む川は結構近くにあって、ラプダティとコリバの容姿が似てる要因は、住む川がね近いのが理由なんじゃないかなというふうに思っちゃいました。ちなみにコンギクスはエンドリケリーの亜種となってます。話戻り、ビキールとビキールの亜種ラプダティとコリバの判別は簡単です。なぜなら小力の数で簡単に判別できるからです。小力とはポリプテレスの背びれのことで、正しい数え方皆さん知ってますか？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 と、最後のねこの尾びれとつながってるこのカクッとなってる部分も、数えるのが正しい数え方みたいです。これを踏まえてビキールは小力が15か16枚以上、コリバラプダティは小力が13枚か14枚なので、ビキールは小力の数が多く、コリバやラプダティとは比較的に判別しやすいです。しかし困ったことに、本題のコリバとラプダティの小力の数はだいたい同じなので、小力の数だけではコリバかラプダティかを判別することができません。ではラプダティとコリバの判別はどうするのか、ツイッターで聞いたところ、皆さん本当に親切で、たくさんの方がコメントで教えてくださいました。また写真提供やリツイートまでしてくれた方もいて、本当に感謝しかないです。皆さん本当にありがとうございました。で、ラプダティとコリバの判別はどうやってするかというと、個体差やね飼育環境で変わってくることを前提に、皆様からいただいた情報をまとめてみると、コリバはねビキール系の中でも体高がある方で、上のねラプダティより下のコリバの方が体高が少し高いのがわかると思います。別の写真で見ても体高がねやっぱり右のコリバの方が左のラプダティよりあるような気がします。また別の判別方法としましては、コリバはラプダティよりも体色が黄色みがかっている個体が多く、写真を見てもね確かにコリバの方が体色が黄色い気がします。また他にもコリバは腹側のね側面の黒い点が比較的多く、乱れやすい反面、ラプダティは腹側側面の黒い点が比較的平行に揃っている場合が多いみたいです。そして改めて皆さん本当にたくさん教えていただきありがとうございました。次にガノイン乱れというワードも気になって調べてみました。そもそもガノインとはポリプの鱗のことで、実際のガノイン乱れがこんな感じです。真ん中の鱗が少しね形変わってるの分かりますよね。これがガノイン乱れみたいです。続いては下顎系ポリプがいつ頃学術的に発見され、どのように命名されたのかを見ていきましょう。エンドリケリーは1843年に日本はまだ江戸時代の頃、またアヘン戦争があったような時代に植物学者がエンドリケリーをナイル川で捕まえました。その後オーストリアにあるウィーン自然史博物館に運ばれ、ウィーン植物園長の名前にちなんでエンドリケリーと命名されました。また1869年にはラプダティを発見しました。この頃日本は徳川慶喜が大政奉還をした時代です。ロマン感じますよね。1898年にはロンドンの大英博物館で働いていた学者がコンギクスを発見しました。コンギクスはコンゴ民主共和国で発見されたことから、地名のコンゴからコンギクスと命名されました。最後に1910年にはアンソルジーがアンソルギーを発見しました。アンソルギーは発見者のアンソルジーにちなんで命名されました。
今回はですね、こんな感じで終わりたいと思います。またですね、自分が気になった、ポリプのですね、雑学あればまた配信していきたいと思いますので、気になる方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。今回はこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。